はい、こんばんは。バイクとカメラのある生活のコウスケです。今回は前回の動画でカメラの修理に出したお話をしたんですけれども、そのカメラの修理が上がりまして、ソニーのサービスステーションに行った帰りの走行動画になります。帰りにですね、ちょっとそのまま帰るのもつまらなかったので、東京駅が近いので、ちょっと回って帰ろうと思いました。この日はですね、レンズはライカのズミクロン5センチ F2 の L 型ですね。振動ズミクロンと言われるものを持って撮影をしました。このレンズなんですけれども、1952年製、シリアルナンバーで見ると、1952年製という形で出てくるレンズでして、もう半世紀以上前に作られたレンズです。ただですね、このレンズ、そんな昔に作られているのに写りがすごくいいです。絞りが2が開放なんですけれども、開放で撮ると若干ふわっとした感じ、オールドレンズっぽい描写にはなるんですけれども、少し絞ってあげるともう、こんなに昔のレンズがこんなに映るのっていう感じの映りをします。線がですね、若干太い感じの写りになりまして、ポートレートよりかは、スナップの撮影に向いているレンズなんじゃないかなとは思います。そう言ってもですね、普通にポートレートでも使ってるんですけどね、後で、バイクの写真以外に、スナップ写真、あとポートレートの写真を載せたいと思います。普段僕がバイクの撮影をするときは、よほど、意図があるときじゃないと、オールドレンズで撮ることが多いです。なんでオールドレンズで撮ることが多いかっていうと、もちろんその写りも好きなんですけれども、何せ小さいと、バイク乗ってる時ってなるべく荷物をやっぱ少なくしたいじゃないですか。車みたいに荷物を置いておけるわけじゃないので、全部背負ったりとかしなきゃいけないので、撮影ってなると、普通に昼間だったら、まだカメラ本体とレンズだけでもいいんですけど、夜の撮影になってくると、それにストロボを足さなきゃいけないし、そのストロボを立てるスタンドも持っていかなきゃいけない。そう考えると、やっぱりレンズの小ささって、バイク乗りにはやっぱいいんじゃないかなって思うんですよね。僕が使ってるソニーだけかもしれないんですけれども、最近だとそういうオールドレンズをオートフォーカスで使えるようなアダプターなんかも売っているので、やっぱりもちろん若干フォーカスの効きは甘いんですけれども、普通に使ってる分には全然使えますし、人にオートフォーカスとかも効きますので、それを使ってあげればそんなに不便っていうのもなくて、僕は普段、オートレンズを使うことがやっぱ多いですね。もちろんピントをバッチリ合わせたいときはマニュアルで、追い込んでは撮るんですけれども、マニュアルレンズに慣れてない人っていうのは、ちょっとそこで少し抵抗があるのかもしれないんですけど、ぜひ一度使ってみていただけたらと思います。背景のボケ方とか、特徴的なボケ方をするレンズとかもあるので、多分、ハマる人はすごいハマると思うので、ぜひ試してみてください。で、今回、持ってきているツミクロン、何が好きかっていうと、色なんですよね。なんていうのかな、赤の色がすごい好みなんですよ。出てくるこの赤。他のレンズではなかなか出てこなくて、ライカ、ズミクロン以外でもライカのレンズで出てくる赤の色っていうのが最高に大好きで、
本当はライカのカメラで撮った時の赤の色っていうのが一番いいんですけど、ちょっと僕ライカのカメラってフィルムのカメラしか持ってないので、デジタルでは持ってないので、ちょっと、それを再現はそこまで再現ができないんですけど、それでも、好きな赤の色っていうのがやっぱ出てくるので、使って、楽しんでます。ということで、目の前に東京駅が見えてきました。最後にですね、ここで撮影したバイクの写真と、以前ツニクロンで撮った、スナップ写真、ポートレート写真合わせて、ご紹介させていただけたらと思いますので、ぜひ見てみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter や Instagram もやっております。概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。それではまた。